こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、クリーパーの陽動作戦に敗北を喫しました。結構しょげましたが気を取り直していきます。なお、犯行動機は被害者の新ブロック入手阻止を狙ったものと見られています。ならなんでラピスはロストしなかったのよ。指揮者の見解では加害者の仲間が採掘したので見逃されたとのことです。さて、それはともかく簡一図です。南北通路10本目も残りわずかですが廃校が出てくる気がせず、要塞生成エリアを掘りに行くつもりでいます。で、10本目スタート地点から掘ることを一旦考えたのですが、やはり東西通路を伸ばしていこうと思います。あら、それだと要塞エリア外を掘るのが長くなりそうだけど。その後、西側から順にこんな感じに掘っていく予定なんですよ。今後はもう U 字型に掘るのはやめます。余裕を持ってアイテム回収したいですから。死ぬのが避けられないのはわかってるのね。なお収集済ブロックの件ですが、2点お話があります。まず、次の狙い目は意地でも青い羊毛です。泣き寝入りはしません。廃校なんて知ったことかです。次に粘着ピストンの話ですが、よく考えるとこの規格のバランスブレーカーなんですよね。高さ制限外のブロック取り放題ツールだものね。で、色々検討した挙句粘着ピストンは原則使用を自粛することにしました。使うのは心が折れてたの手段を全て諦めた時だけとします。早めに折れなさいよね。さてそれから3分ほどして明るい洞窟を掘り当てました。あ、スケルトンがいるようです。いつも思うのですが32メートル離れてモブをディスポーンさせる作戦は時間がとても長く感じます。たった2分待つだけなのですが。しかし、この時だけはコウモリをうざく感じないものなんですね。さて、操作ミスが怖いので溶岩だけは埋めてしまいます。念のため洞窟をこじ開けてみたのですが何もなさそうでした。さらに2分後、今度は広い洞窟を掘り当てました。おおやつがいる。早速真下まで回り込みます。洞窟に突入しちゃった方が早いわよ。優れた狩人というのは獲物に近づく技術が高いんです。早速真下付近まで掘り進んでみたのですが、どこに行った？逃げられちゃってるじゃない。いえ、音はします。優れた狩人は獲物を追跡する能力が高いんです。どんどん獲物を追い詰めてしまいますね。どんどん奥に逃げられちゃっているわけね。もう突入です。優れた狩人は勇気があるんです。さっき突入避けたでしょ。お、やっと雲確認。ってなんかさらに遠ざかってる気がするんですけど。ひょっとしておびき寄せられているんじゃないの？覗き込まないとどうしようもないか。あ、おやば。思わず降りちゃった。今、高さ制限以上のブロックに登ったわよね。直下せずに降りた後でブロックを壊して茶を濁していって縛りだったかしら。すみません、これ、縛りとしてはアウトです。気づいた時には反射的に降りてしまっていたので、飛び乗ったブロックを壊してその下に移動することで代替としました。私をここまで雲まっしぐらにするとは、恐るべき雲です。さて、雲の行方なのですが、もはや音さえしません。入り組んでいる洞窟のどこかに逃げた模様です。あら、さっきまで優れた狩人がなんとか言ってたのに。それは優れた狩人の話ですよ。で、仕方がないので諦めて通路を掘り進んでいたのですが、奇跡が起きました。あら、さっきの雲かしら。場所から考えてほぼ間違いないと思います。でも、奇跡というほどではないじゃない。単に逃げた雲がまた出てきただけでしょ。いえ、ここからです。計画通りです。嘘おっしゃい。さて、予定通り雲を穴に追い込み仕留めたので、早速成果の回収です。
異議申し立てしてもいい？却下です。ウオーフ王ちょっと狙われてるのやばいです。ここはどこ？通路はどこ？うわぁ全然わからない。すごくやばい、真面目に迷子になりました。何をやっているんだか。さっきスケルトンに撃たれたのが多分私の頭で、それで記憶が飛んだんです。まあでも慌てずに安全確保し、座標を見ながら通路の方向を確認すれば大丈夫です。さて、方角占いの結果通路はこっちの方向と出たんですけど。おおよかった。いやー、スケルトンに射抜かれた時は生きて戻れない予感があったのですが、雲同様に溶岩の罠にかかってくれたのが幸いでした。しかしまあなんでモブは溶岩の罠にかかるんでしょうかね。ておー。さてそれから4分ほど掘ったところなのですが、洞窟が階段状です。しかも壁が真っ平ら。思わず期待してしまいます。で、3分ほどあちこち掘り開けてみたのですが、残念ながら普通の洞窟でした。やっぱりね。さらに5分後また洞窟を掘り当て、スケルトンがいたので32メートル待機作戦中です。ざまー、でいいのかな。怖いので念のため塞いでおきます。スケルトンは無事に消えてくれたようですね。で、ここで砂利も見つけてしまったのでかき集めておきます。あまり取りすぎるとまた死ぬんじゃないの？ちょっとロストのリスクが怖いですが、雲狩りをするときに大抵ブロックを大量に使うんですよ。続いて土の採掘所も見つけました。がっつり取っておきます。土を残らず採掘したら、こんな空洞ができました。手持ちの土ブロックなどは7スタックほどになりました。これだけあれば安心して雲狩りできそうです。さて海洋バイオームに入り、あと少しで10本目も終了というところで通路でゾンビが湧きました。久々の海の幸は、持ってき忘れたようです。で、もう10本目のゴールまで十数メートルなのですが、やたらゾンビの声が近いので念のためボーリング調査です。昔はこういう掘り当てはゾンビが主目的でしたが、最近は廃鉱発見の淡い機体の方が主目的となってます。で、どうやら地下峡谷ですね。前作のプレイ経験では掘り抜いた地下峡谷5箇所に1箇所くらい廃鉱が突き出ていたものですが、ここもないようです。前作の経験が当てにならないわね。少し通路を掘り進んでいたら、どっかに行っていたゾンビの声が戻ってきました。あ、いた。お届け先はここですよ。暗くてわかりにくかったかな。でも結局手ぶらゾンビでした。さて、そしてついに10本目を掘り切ってしまいました。結局ここまで廃鉱でなかったわね。まあ予感はありました。東西通路を開通させてしまいます。開通までは、途中一つ洞窟を掘り当てただけでした。一応明かりが気になったので掘り開けてみたのですが、多分溶岩の明かりでしょう。さて東西通路も無事に開通しました。キリが良いのでここまで掘った距離を計算してみたところ、総計 6.3 キロという数字が出ました。前作の3倍以上ね。しかも前作より高いところを掘ってるのに。やっぱり廃鉱生成量自体がこのバージョンで減っている可能性ありますね。まあ次回からは、廃鉱と要塞の2頭って1頭を得る作戦ですし、大丈夫でしょう。ことわざ通りになるといいわね。なお、要塞生成エリアに着手する前に、今まで掘った通路の周囲を掘り開けることも検討してみたのですが、廃鉱生成量自体が想定より少ない可能性を考えると、新たなエリアを開拓した方が分があると思います。では次回、要塞生成エリアまで遠出します。それではまたね。バイバイ。